はい、始まりました。今日はブルームバローの逃走者デッキ8体適当に喋る回です大丈夫かなこれダメですかねいやまあ適当に喋るにしてももうちょっとお調べになった方がいいかもしれないと想像ですよ。想像で話してこんな感じなのかなって。だってあとは自由にやっていただきたいじゃないですか。まあそれはそうなんだけど適当に、こんなやついるんだぞっていうのを知っていただければと思いますので、はい、まず赤緑から早速行かさせていただきたいんですが、動き出した兵隊になります。なるほど。はい。だからなんかエンチャントとかが動き出しちゃうのねこれねなるほどね、確かにね。そういうことね。まず1体目から、今回の目玉はこれだと思います。僕一番やりたかったですまあ強いとは言ってないところ強いとは言ってない、一番やりたい茨の銀融詩人ベロになります。なるほど。はい。グルールの3マナ33です。はい。で、あなたのターンの間、あなたがコントロールしていて、マナ総量が4以上であり、装備品でない各アーティファクトや、あなたがコントロールしていて、マナ総量が4以上であり、オーラでないエンチャントが、他のタイプに加えて、破壊不能と、速攻を持ってる44のクリーチャーになる。ダメージ与えたらワンドロー。これ盛りすぎじゃないですかもちろんその動き出すやつをねこれ、それなりの数用意するのこれ大変なんだけど、書いてあること自体はぶっ壊れてますねぶっ壊れてますよね。まあどうですか、カジュアルですかね。やっぱりちょっとまずそもそもその4マナ以上の装備品でないアーティファクトやオーラでないエンチャントを並べられないですからねそうですよね。と最初にまず考えたのが、スライサーだったんですよ。あれと思って。あれと思って。あいつは一応4以上のアーティファクトだと。そう。破壊不動のスライサーじゃんと思ったんですが、なんと IT にコントロールが移ってしまうので。そうか。意味ねえと。自分のターンだけ破壊不動です。さほどの意味はないな、本当に。あとアーティファクトで言いますと、機体が普通に登場しないで殴っていける。まあね。44で、機体探せばいると思いますんで、機体総ざらいしたいところなんですが、僕の大好きな2倍エンチャ、3倍エンチャが殴ってきちゃうっていう。しかも44だと。44っすよ。しかも破壊もできないと。やばくないですか。これやばいよね。今ちょっと問題はその返しのターンが怖いんですけどヘイトが上がる。そうヘイトがバカ上がりする。しかもあれ系ってほら自分が2倍になるとも限らないじゃないですか相手も2倍になるやつも結構多いからでも自分だけのやつも最近増えて3倍延長2つになったんで、そうだねそうだよな、自分が開始で自分殴れちゃうかなあそこやべえぞっつって確かにな、それ考えもんっすね。でもなんか楽しそうじゃないですか。いやまあいいと思うよこれ。通ったらドローできるんですよ。通ったらドローできるんでおかしくないですか考えてなかったですけど、平通高そうだなだってしかも自分の場面いないから確かにやばいなこれ。まあでも楽しそうだなっていうことで、今回の目玉はこいつじゃねえかなと勝手に思ってるんですけど、では2体目の相棒を紹介したいんですが、一掃する大口猛将で、こいつは5マナのグルールの66トランプル。強え性能は強え。これスタッツださらにプラスの能力ついてるんですよね。これ強くないですか、スタッツまあ最近のクリーチャーの品質ですよあなたの手札から唱える全てのエンチャント呪文が属性を持つ以上と。すごいシンプルですねすごいシンプルですがさっきのだから2倍エンチャンみたいなやつを唱えるとなんかがついてくると。確かにね個人的には殴りジェネラルなんじゃないかなと、スタッツはね、想像しまして、例えば2段攻撃トランプルみたいなのを付与できるオーラとか、最上位権限っていう呪文を付与できるオーラとかあるじゃないですか。まあ3マナ域は思想のエンチャーだと思うんですよね。思想のエンチャー唱えて属性で2マナ域1マナ域がめくれるみたいな、これでも属性で乱反できるみたいなことも可能性としてあると思うんですよ。なんでまあ土地を伸びていきそうじゃないですか。
まあそれ系の呪文をそれなりに入れる前提であればそうなるし、マナクリがめくれちゃってみたいなこともまあありえますからあるね。でしょうから、はいはいはい。まあなんか勝手に増えていくみたいな、俗称で自動でなんか増えていくみたいなイメージなんですよね。2マナ駅1番駅を多分薄くするんだと思うんですよね。で1はいいやつにした方がいいんじゃないかということで、鋭い感覚第6感みたいなにした方がいいっていうことで、名残ジェネラルとしてあとは守るんじゃないかなっていうまあ緑の呪文でってことですね、基本的には。そんな感じで戦うぐらいしか浮かばなかったんですけどね。どうですかね、5、6だったら。まあ5、6ですね、今のその感じだと。いやでもこれ上の方に持ってこいけるのかな。なんかサーチしたらいけますかね。いけなくないですか。ちょっと色味的にもちょっと正直そのエンチャント呪文に属性を持たせて単純に何かを当てるのはいいんだけど、それ以上のサムシングは思いつかないんだよね。思いつかないんですよね。そうなんですよね。まあ、多分普通に5、6で果樹い感情的になるんじゃないかなっていう印象ですか。でも果樹だったら楽しく遊べそうですよね。まあそうですね。はいはい。まあ気合れてもらって気合れたら属性が気合れる潜在能力を置いた時はもちろん属性できますよ。はい。その後は備えてるんで、そりゃ属性しますよ属性って唱えるですか。唱える。そしたらそれも吹けられないですか。いやいや、それは手札から唱えてないんで。あ、そうか。手札から唱えてないからか。そうか。めっちゃややこしいですねでも吹き荒れる潜在能力したら楽しいかもしれない。わけわかんないけどねわけわかんないけど、でもね楽しいかもしれないですよね。なんかエンチャントが軽いやつが重いやつに変わったりとかそういう可能性あるから、まあサーチできないんだけどそんな感じですかね。はい。じゃあ次行きましょうか。次は家族が第一。おー、なるほど。いい心がけですね確かにジェスカイですね。はい、まず警官の声ジニア鳥さんですね。はい、ジェスカイ3マナの13飛行です。はい。で錠剤で X0 修正で X はパワーがこれでない1のクリーチャーの数、であなたが唱える全てのクリーチャー呪文は神聖にっていうのを持って無色2マナを払うとコピーできて11になると、そのコピーが。なんでこいつどんな感じで戦うのか、これもちょっとカジュアルっぽい感じですよね。まあおそらく名残ジェネラルになるんじゃないかなと思ったんですが、でも基本的な色味はジェスカイだから、ジェスカイ系のコンボをするぞっていう雰囲気出しつつ殴って感じだよね。なるほどねなるほど、そういうことなんだ。なるほどね。まあ普通に11を出すクレイチャーって結構この色味だと多いですよね。いっぱいいますよね。ヤンパイとか、やっぱりクリーチャーでない呪文を唱えた時に11出るっていうタイプのクリーチャーが一番相性はいいと思う。なるほど。どうしてもデルスリンガー系のデッキになるからこの色ストームっぽい感じになるってことですよね。なるほどね。アニウムパカルとかもいけますよいけるけど、カウンター乗せる何かサポートしてあげないとそんなに急には増えないからさ、あれなるほどね。エーデンとかでも一応出てきます。そうだね。あれは単体で単純にね相性いいかもしれないですね。そんなんで11を増やしてって、こいつで7ぐらいまでパワーいくから、殴って守って、勝つんじゃないかっていう。そうだね。で守るのは要はチャンプできるから、守りやすくはありますよ。自分のライフの方はそうですね。そうですよね。っていう感じの、これもカジュアルっぽい感じの動きとしてはまあ別に7ぐらいまでいく。7ぐらいまでいく。確かに強くすればってことですよね。そうね。強くするんだったら7まで生かして殴り値としては結構強いってことですよね。そうですね。まあそんな感じのデッキになるんじゃないかなっていう感じになりますかね。はい。でそれと相棒をご紹介したいんですが、これしかし全然合ってるようには見えないんだけど同じデッキの中で入っててさ、確かにねこいつはマリーゴールドの騎士アーサーになります。これネズミさんですね。ネズミさんなんですかこれ。なるほど。20日ネズミ騎士って書いてあるんですね
こいつは5マナジェスカイの4号速攻。でかくないですか、ネズミにしては。確かにネズミのサイズじゃない、ね、馬の分も入ってるってことですか。確かにね。そうっすよね、うん、でこいつがこれとこれでない1体以上のクリーチャーがコンバットするたび、だからお供が必要ってことですよね、お供と一緒に殴ると、ライブラリの上から6枚めくって、その中からクリーチャーをタップ状態で出していいと、で残りライブラリ下で戦闘終了時にそのクリーチャーを手札に戻す、っていうことで、どんなんがいいですかっていうことなんですが、まあ、6枚めくるって意外とめくれてるイメージなんですよ、枚数は結構多い。6枚だから30体ぐらいいれば、ほぼ確定ではもちろんクリーチャー自体はいると思うし、ちょっと当たりレベルのクリーチャーをその枚数入れれるかっつったらちょっとそうですよね、っていう話ではあるんだけど、でかいのを例えば仮に入れるとして、でかいのが1回殴ってるだけですから、この色だと多分赤のでかいのになると思うんですよ、例えばなんだろうな、サイカのドラゴンとか、確かにね、例えばダブスト付与するみたいな、しかもだって攻撃状態で出てくるからそのままダメージ与えちゃうしね。だコンバットやつはしないんで、コンバットやつするやつはダメだけどってことですよね。ダメージ通した誘発のやつは結構いい、結構いいですよね、なんかちょっと噂に聞いたんですが、悟りの教授者をおもむろに撃って、後輩鋼を持ってくる。一人突然死する。この色なんでトップ操作ができるんで、もう2回それをすれば一人殺してさ、後輩鋼手札に戻っていった瞬間ヘイトマックスだ。ヘイトマックスですがねえ、そういけますからねみたいなことはできるけど、多分手札に来てその後キャストできるぐらいの中ぐらいのやつがいいですよね。が一番結局は使いやすいんだろうなという感じはしますよね。僕はソウルライダーおすすめなんですけど。そうだな、出た時誘発とかがあるやつの方がやっぱりそういう意味では、確かにね、出た時誘発ありかもしれないですよね。まあそんな感じですかね。あと港滅ぼすものとかでもいいですよね。当然追加戦闘、追加ターン、まあいいわね。カーラクはコンバットでしたっけ？コンバットなんでね、ダメですけど、普通に別にね、カーラク出てきてその時は再戦闘できませんよ。手札に戻ってきて備えたら再戦闘できますから、別に全然いいですよ。入れといていい。5マナだし入れといていいっていうね。そう5マナぐらいのやつがちょうどいいってことですよね。もちろん枚数は考えなきゃいけないですが、多分ソードだと30枚は入れないとダメだと思いますね。6枚めくる計算だと、ちょっと楽しく遊べる、カジュアルっぽい、楽しそうですよね。はい。まあそんな感じですかね。で次が友好の印。なるほどね、そういうエッセンスね。友達ですよっていう。これはね、大丈夫ですか？最終的にその友達裏切ってこないですか？裏切るでしょうね。これはね、このデッキ丸ごと欲しいですね、とりあえず。一番今欲しいんですけど、このデッキが。バンブルフラワー夫人。バントの。これはウサギさんですね。ウサギさんですね。4マナ1号の警戒ですね。めっちゃ防御的。あなたが呪文1つを唱えるたび、呪文を1回唱えたらです。対戦相手1人がまずバントルします、でクリーチャー1体が11カウンターを置くという効果が付与します。だからクリーチャーは1体自分の方にタブを置けると思います、でその後ターン終了時までそのクリーチャーは飛行を得る。なぜか飛ぶと、でこの能力が解決されたのが2回目だったら自分が2ドローできます、だから2個唱えてくれと。2回唱えれば、2回唱えればだから2ドローできるから、次も2回唱えられるでしょうと。なるほど。でも相手も2ドローしてるとっていうね。そう2回だから多分違う人を1ドローさせて、自分を2ドローできるってことですよね。そうだね。でちっちゃい呪文結構入れるんですかね。これ結構難しいね。いやでも、多分なんですけど、すごいカード引けると思うんですよ。引けると思うよ。みんながみんながめっちゃカード引くのになる。だからワンチャン、
クイーンとか今回収録されてたじゃないですか、うん、ワンチャンみんなカード引けちゃっても関係なくなる可能性ないですか、そうね、みんながジャブジャブにカード引けても、もうこの能力だと関係ないから、すごいカード引かせるカードを、で自分だけ手札上限なくして、するといいんじゃないかなってふと思ったんですけど、でも単純にこのお互いドローっていうのは最強じゃないですか。まあね、当然負けてる人に引いてもらうわけだから。そうです、これ結構強いですよね。これ結構強い、カジュアルだと結構強い。これ多分色も3色なんで、ジョン・ベントンとかなりいい勝負するぐらいのかなり最強クラスに強いんじゃないかっていう。防御的なデッキには正直なるけどね。だからでかい呪文が緑白じゃなくて、青足せるじゃないですか。まあね、青のでかい呪文が打てるんで、そうだね、緑のでかい呪文、白のでかい呪文、青のでかい呪文を打てるようになるんで、青だったら何がありますかね。そういうこと手札全部捨てさせたりとかできますよ。できますね。はい。できます。まあでもさすがにそこまでの間にみんなドローしてるから対処できそうだけどね。確かに手札上限1になりましたっつって手札上限ないですって言われてもない方が勝つんですよね。でも結構こいつは今回の中で最強クラス。今回最強こいつですね。そうか。まあこれはでもだいぶ乗り手も選ぶレベル効果ですね。はい。まあそんな感じですかね。はい。じゃあそいつの相棒いきましょうか。フォックスグローブ氏。こっちの方が分かりは安いよね。分かりは安い。こいつも楽しそうですよね。こいつ楽しそうですね。このデッキ欲しいですね、本当に。これキツネさんですね。キツネさん、はい。キツネならず者。5マナの3号です。はい。バントの。で、ハンコを持ってます。はい。結構防御的ですね、これね。また防御的っていう。こいつがコンバットするたび、防御プレイヤーの手札にあるカードの枚数からあなたの手札にあるカードの枚数を引いた数に等しい枚数のカードを引く。誰かだから反動死ぬほど蓄えてたら、はい、そこ殴りってコンバット優圧だと、はい、だからダメージ損さなくていいと。そうね、優秀ですね。優秀ですね。3号だから、そう取れないでしょ、なかなか。タフ5ですからね。でこれによりあなたがカードを引かなかったら、引かないことを選べるんですか。本当だね。だから多いか同値じゃなかったらってことでしょ。だからカードを引くって書いてあるから、強制ですよね。強制で引かないことは選べないんだけど、もし引かなかったら、手札にあるクリーチャーを1枚出していいと。面白いですね。これは面白いよ。これ面白いですよ。これ面白いよ。急に手札少ないとこ殴りに行ったら怪しいっすよ。だいぶ怪しいっすよ。そうね。確かに。でももう。でもコンバットいうやつだから。もう誘発かかっちゃってるからそのタイミングでは。やばいそれ。これすごいぞ。これ面白いぞ。誰に行くかわかんないんだけど、多いとこ殴り行った瞬間に引きたいっていう意思が判明して、少ないとこ殴り行ったら出したいっていう。出るじゃんっていう。もう誘発してるからそのタイミングでは。やべえ。これ楽しいな。いやこのデッキ欲しい。いやバントいや売り切れちゃいますかね。でこれ何出してきますこれ。ファッティじゃないですか。でしょうね。最近エルドラッシュ増えましたからね。でもエルドラージュはほら。場に出ても意味ないのか。唱える誘発だから。やっぱり普通にネザールとか出てくるよね。ネザールとかコーマとか出てきて。要は白も入ってるからさ、これアバシンとかでも別にいいわけで。赤いことでしたっけ。そうやばいっすね。ファッティがいきなり出てきて止められないっすよ。出てくるだけですよね。でも出てくるだけ。いやでもほら上川の人気だとか出てきたらもう積んでるってなるじゃんそれ。そういう感じでね、出てきてほしくないですもんね。やっぱこれヘイト高いのか低いのかどっちだ。いやーわかんねえなこれ。これでも見えてないからさ怖いのよ。怖い、みんな怖いですよね。みんな怖いのよ。最悪のことを想像するからこういうやつって。そう考えると高いかもしれない。高いと思う。だってまず引かせるのも嫌だし、クリーチャー出させるのも嫌だ。どっちも嫌だから効果的には。これまずいのかな。どこが有効な証なんですかこれ。確かになこれ自分しかメリット得てないんだよなこいつに関しては。
本当っすよね、うん、こいつ怪しいっすね。だからいわゆるちゃんと守ってあげなきゃダメだと思うよ。ああそうっすよね、だからすね当て足当てね。あと呪文滑りとかそういうの置いときゃいいと思う。ああそうっすよね。白でマザーとか置いといてもいいし、確かに確かに。そういう構成にはなると思う。なるほどね、うん守って。いやまあちょっとでも楽しそうっすよね。このデッキが一番楽しそうっていうそうね。売れ行きもいいだろうな。うんうんうん。まあ、次行きましょうか。はい。次はリスの悪ふざけ。なるほど。はい。そういうエッセンスなのねこれ。悪ふざけしてるみたいです。ああ、だからこれはどっちもリスさんと。リスですね。確かにどっちもリス。はい。今まではちょっと違う動物だったのに。確かに。まずネバナのヘイゼル。はい。はい。4マナゴルガレです。ゴルガレか。3号です。うん。タップで2点ライフ支払います。うん。で、あなたがコントロールしているアンタップ状態のトークンを X 個タップすると、その数の好きな色のマナが出る。なるほど。はい。うん。トークンをタップすると好きな色が出る。何のトークンでもいいんですね、これはね。何のトークンでもいいですね、確かに。クリーチャーである必要もないと。で、あなたの終了ステップの開始時に、あなたのトークン1個をコピー。で、それがリスだったら2個出す。うん。そういう能力ですよね。だからトークンさえ何でもいいんで出てさえいれば確実に1個ずつは少なくとも増えるとなるほど。いうことね。そうですね。そうですね。何がします宝物とか宝物とか食物とかじゃないですかね、色味的には。調査したりとか。まあ、ってことはそれどれか出たら3つ出るやつとかね入るでしょうね、おそらく。確かにね、あいつマストで必要かな。まあすごいスピードでは増えるよ。増えてるよね。まあなんかトークン出すの結構いるんですよね。例えば若者ドライナとか、アラッサとか、片鎧の大群とか、トークンをとにかく増やすとこいつマナが出るようになると、でかい呪文が打てるようになるんじゃないか。ただ問題はこの色味のでかい呪文とはっていう何があるんだみたいなね。まあエルドラシじゃねえかっていう。逆にねエルドラシじゃないですか。シングラーモグ強いですから。あ、シングラゴン。期待して倒せますよ、シングラゴン。カジュアルですよね、またこれも。カジュアルの話ばっかりしてますね。しょうがない、そういう構成なんだから、基本的に。で、1個相性のいいカード発見したのが、陰植木物の軍団っていう。タップ状態で出てきちゃう。タップ状態で出てきちゃう。そう、次のターンもタップしちゃうから殴りに来れっていう。クラッシュバックするのに。クラッシュバックしたらダメでしょ、そこで。さすがに殴ってください。であと1個1枚だけ発見したカードがあるんですが、遮血っていうカードでフィニッシュできるっていう、こいつで使う遮血は強いんじゃないかな。遮血、まあ、10ぐらいで30ライフ回復するから強いっていう強いんじゃないかな。いいっすよね。まあそんなんで買ってくぐらいしか方法が、これ海外で情報一切なかったんですよね。だってさ、勝つためだけだったらさ、どう考えても騒ぎ場の方が強いとかなっちゃうじゃん。そうなんですよね。デッキの中に入ってるけどさ、デッキの中に入ってる、騒ぎ場じゃないみたいなんで、こいつは多分そんな感じなんじゃないかということになりますかね。もう1体の方がドッキリどんぐり団、すごい名前だな。よくわかんねえな。ドッキリどんぐり団。団だったらもはや一人でもないっていうね。こいつは5マナのゴール狩りの55威迫トランプル到達。お強いぞ。強いけど到達ってなんだみたいな。で、あなたがコントロールしているすべてのリスがタップすると、ターン終了時までリス1体が2修正を受けてトランプルを得る機動操作リっていう能力をリスが持つと。で、あなたがコントロールしている1体以上のリスがプレイヤーに戦闘ダメージを与えるとカードを引く。これ結構強くないこれ。おそらく殴りジェネラルなんじゃないかと。まあそうだよね、みんなのリスのパワーをオーラにくれっつってこいつが殴ってくんだよね。殴ってくんですよね。そしたらドローできますしね。なんとかしてちょっと厳しいですが守れれば、
守るカード弱いですが、この色だと緑のカードで守るしかないからね。あとはあまあ黒いやそれ死んじゃってるから黒のとりあえずダメージ通る前に死んじゃってるから帰ってきますよ、バラキルの最短とかだったら。いや帰ってくるだけでダメージ与えれてないからだからだって22強化したら、うんこれ77だからちょうど殴り値になるんですよね。うんそう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 だからリスのトークンを出すようなうんカードを入れてん殴っていく感じで、うんリストークンいっぱい並べば、うんワンチャン横並びしたリスでも殴り通せればうんまあドローはねドローできるから、ん33トランポルで殴れば通るんじゃないかってことですよね。そうねうんだから意外と書いてあること自体は強いんだけどねまあまあ結構強そうですよね。まあまあ強いんだけどちょっと色がって言うとちょっと怒られるかもしれない怒られるかもしれない。うんまあ我々一番苦手な色だからねこれ確かに一番やってない色ではあるんですよね。でもまあ楽しめそうな構成になってますかね。うんうんこれ間違ってもこいつにさすね当て入っちゃダメだからね修正できればじゃそう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 やってあげちゃいけないと、うんだから守れないんですよね。うああなるほどなるほど。まあそんな感じですかね。んはい以上で8体になると思うんですけども、はいいかがだったですかこの回。カジュアルだった今回かなりカジュアルですよね。だと思うどれがおすすめですかちなみに。そうだな一番おすすめなのまあ僕正直買うのは婦人が欲しいんですけど、初心者にもしおすすめするんだったら赤身ですね。ああなるほどね初心者にもしおすすめするならですよなるほどねだから多分目玉が赤人なんだと思うんですよ。あ面白そうっていう意味で言うと朝かななるほどね。まあどれもね楽しそうなんでね、やってみてほしいですよね。はいよかったらやってみてくださいということで、はいチャンネル登録お願いします。お願いします今回の動画は以上になります。おしまい。